大人のための数学へようこそ。この動画では平方完成というテクニックを紹介します。平方完成は端的に説明すると、二次方程式の中に括弧2乗の形を無理やり作る方法です。括弧2乗の形とは、例えば括弧 x たす2括弧2乗のように変数を含む2項の数式の2乗のことです。平方完成をすることによって二次方程式を y イコール a かける括弧 x-p 括弧2乗足す9の形に変形することができ、簡単にグラフを書くことができます。では早速例を通して平方完成の手順を学んでいきましょう。まず一つ目の例です。x2 乗足す1。この数式は平方完成することができません。平方完成するためには ax2 乗足す bx 足す c の中の b が0であってはなりません。この例では b イコール0になっているので平方完成を行うことができません。二つ目の例です。x2 乗足す 2x 足す1。この式を見ると a2 乗足す 2ab 足す b2 乗の形になっています。なぜなら a イコール x、b イコール1だからです。よって次の二次方程式の因数分解の公式が利用できます。a2 乗プラスまたはマイナス 2ab プラス b2 乗イコール括弧 a プラスまたはマイナス b 括弧2乗。よってこの式は括弧 x たす1括弧2乗と表せます。括弧2乗の形になったのでこれで終了です。三つ目の例です。x2 乗足す 2x 足す5。今度の式は定数項 c の値が5であるため、このままでは2番目の例のように因数分解の公式を当てはめることができません。なのでここから平方完成を行います。まず x1 乗の係数2を2で割ります。2割る2は1です。続いて1を2乗します。1の2乗は1です。そしてこの1を式に加えます。すると式は x2 乗足す 2x 足す1足す5になりました。しかしこのままでは元々の式と値が異なってしまいます。勝手に式に1を足してしまったので1を引きましょう。1-1は0なので、これで実質式に何も手を加えていないことになります。ここで式に再注目すると、2番目の例と同様に式の中に x2 乗足す 2x 足す1という形が出現しました。よって先ほどの因数分解の公式を利用してまた括弧 x 足す1括弧2乗という形を作り出すことができました。最後に余ったマイナス1足す5を計算して完成です。よって x2 乗足す 2x 足す5は括弧 x 足す1括弧2乗足す4という形に変形することができました。4つ目の例です。x2 乗足す 3x 足す1。3割る2は2分の3です。2分の3を2乗します。2分の3の2乗は4分の9です。式に4分の9を足してさらに4分の9を引きます。これで一切式の値が増減していないことになります。さて、x2 乗足す 3x 足す4分の9は因数分解の公式を適用できます。なぜなら a イコール x、b イコール2分の3とすると真ん中の項 3x は 2×x×2 分の3と表せるからです。よって x2 乗足す 3x 足す4分の9引く4分の9足す1イコール括弧 x 足す2分の3括弧2乗引く4分の9足す1になります。最後にマイナス4分の9足す1を計算します。括弧 x 足す2分の3括弧2乗引く4分の5が答えです。5つ目の例です。
マイナス 3x2 乗マイナス 18x 足す3。この式を見ると x2 乗の係数が1ではありません。このままでは処理が行いづらいので、マイナス 3x2 乗とマイナス 18x の両方からマイナス3を引き抜きます。すると、マイナス3x2 乗足す 6x 足す3になります。この際、定数項プラス3からマイナス3を引き抜く必要はありません。次に 6x の係数6を2で割って3にして、3をさらに2乗して9にして、式にプラス9、マイナス9を加えます。x2 乗足す 6x 足す9は因数分解すると、x 足す3、2乗になります。この際、括弧の中に新たな括弧が出現するので、大括弧を使うように心がけましょう。次に、大括弧の前にあるマイナス3をx 足す3、2乗とマイナス9に分配します。すると、マイナス 3x 足す3、2乗足す27足す3になります。最後に27足す3を計算すると、答えはマイナス3、x 足す3、2乗足す30になります。今日の動画はここまでです。また次回。